どうも、モブです。今回は、ギルド総力戦についての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、一つ目の編成について説明するよ。水篠旬の武器は、悪魔王の短剣と、ストームブリンガーを使用するよ。悪魔王の短剣は、火力枠、ストームブリンガーは、デバフ枠の役割になるね。次は、水篠旬のステータス振り分けについてだよ。ステータス振り分けは特定のコンテンツでデバフやスキルの周りを良くするためにある程度知能に振る必要があるよ。また再覚醒の等級によって目安となる数値が変化するよ。この時超越等級の人は200前後、伝説等級の人は340前後で調整しよう。次は水篠旬のアーティファクトについてだよ。このアーティファクトは多くの人が気になっていると思うけど、最新のチームファイトモード特攻のものではなく、これまで通り援助ベテランアーティファクトが主流になるよ。次はスキルについてだよ。使用するものはアブソリュション、真空波、暗影、雷鳴になるよ。特にデバフ型であるアブソリュションと真空波の等級がスコアに大きく直結することになるね。次は祝福の石についてだよ。使用するものは再覚醒、殺気、私たちは一つ鋭い感覚になるよ。この中でも再覚醒と殺気は固定になるね。次は総止めのアーティファクトについてだよ。総止めは基本的に近衛兵とシルフまたは集中火力アーティファクトを使用するよ。また通常スキル2の魔力消費量が大きいため魔力消費量減少のオプションを高く設定する必要があるよ。次は竜だよ。竜のアーティファクトは基本的に貪欲8セットを使用するよ。しかし得点型のコンテンツであるため竜の凸が高い人は自身でも火力を出せる黒曜石アーティファクトと併用させよう。次はミレイだよ。ミレイのアーティファクトは援助ベテランアーティファクトを使用するよ。またミレイは魔力が 66% を下回っている時間がなるべく少なくなるようにしなければならないため魔力消費量減少を高く設定する必要があるよ。またここで気をつけなければならない点が一番大事なのは参照となる攻撃力の高さであり魔力消費量減少はその次になるよ。次はアンナだよ。アンナは貪欲8セットまたは近衛兵シルフセットを使用するよ。アンナは防御力減少のデバフ要員として起用するため専用武器を製作して編成しよう。次は颯響だよ。響は援助黒曜石アーティファクトを主に使用するよ。久しぶりに活躍する場面を見せたけど古沢かりんの散突効果やデバフ効果によりかなりのダメージを叩き出すことが可能になるよ。しかし周年キャラが登場すれば高い確率で出番終了になる可能性があるため育成は様子見した方が良いかもしれないね。次は古沢かりんだよ。かりんは混沌の欲望セットがおすすめになるよ。しかし最新のアーティファクトであるため多くのプレイヤーが厳選することができていないと思うよ。その場合貪欲セットや黒曜石を絡めて火力を出しに行くこともできるけど B パーティーはブレイカーが多いためアーティファクトが被らないように気をつけよう。次は代用できるキャラクターについてだよ。今回の編成では普段使うことのない颯と最新のキャラである古沢かりんは凸や育成が低い傾向にあるよ。その場合無理に編成する必要はなくメイリンや高坂を使用しレイパーティーのサポートをしてあげよう。次は倍速でのプレイ動画になるよ。立ち回りの面で注意することはテンペストマークを常に2重複させることや影踏みによる防御力減少のデバフ効果を長い時間付与し続けることだね。また中盤の雑魚処理の速さや右上のキャラの魔力ゲージを確認して魔力消費量減少の数値をある程度調整することでスコアが伸びる可能性があるよ。
次はもう一つの編成についてだよ。まず水篠旬の武器は閻魔の奥義と延長霊を使用するよ。次に一つ目のパーティーと同じものは割愛して、スキルルーンは爆発、ソニックバースト、暗影、雷鳴を使用するよ。次はカナについてだよ。カナのアーティファクトはエンジュに大呪術師にベテラン4は主流になるよ。もし厳選できてない場合はエンジュ4でも大丈夫だよ。またミレイと同じように魔力消費量減少というオプションが大事な要素となってくるため調整してあげよう。次はエシルについてだよ。エシルのアーティファクトは貪欲セットを使用するよ。またエシルの専用武器の効果を生かすためにカナのクリ率が一番高くなるように設定しよう。次はリナについてだよ。リナはこのエヘイとシルフセットを使用するよ。リナも同様にカナのクリティカル率より高くならないように調整してあげよう。次はモガミについてだよ。モガミのアーティファクトは基本的に円樹、黒曜石アーティファクトで火力を出しに行くよ。しかし B パーティーの育成が不十分である場合、回復能力が少ないためリタイアしてしまう可能性があるよ。もしデバフ薬である B パーティーの生存が危うい場合には祝福セットを使用し生存を安定させよう。またデバフ要員として起用するため専用武器の製作も忘れないようにしよう。次はアキナについてだよ。アキナのアーティファクトは円樹、黒曜石セットを使用するよ。またアキナは防御力貫通が効きにくい女王アリに対しては高いダメージを出すことが難しいためデバフ要員としての起用になるよ。次は藤崎についてだよ。藤崎のアーティファクトは白衣、野獣セットを使用するよ。また白衣の天使セットを使用する場合はカナの戦力が編成画面で一番高くなるように調整してあげよう。最後に倍速でプレイ動画を見ていくよ。基本的には閻魔の奥義、延長霊、ソニックバースト、コア攻撃の順番で、そこに影踏みや爆発、QTE スキルを織り交ぜるよ。また閻魔の奥義のコアゲージの調整や爆発スキルのクールタイムが他のスキルに比べると異常に速いためスキル回しが少し難しいかな。またエシルのデバフ効果の重複具合やブレイク要素が少ないためブレイク要求の際に閻魔の奥義を合わせることがポイントになるね。今回の動画は以上になるよ。これからも
このチャンネルでは俺らの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。